2024年、北海道旭川市で17歳の女子高生が SNS の写真トラブルをきっかけに監禁され、高さ10メートルの橋から石狩川に転落させられて命を奪われたのだ。ラーメンの画像がきっかけで17歳の女の子が殺されてしまった事件よね。どうもずんだもんなのだ。どうも四国メタンよ。今回取り上げるのは2024年に北海道旭川市で起きた旭川市女性監禁暴行致死事件、いわゆる内田なし事件なのだ。反応知らなし、被告には懲役27年の判決が下されたわね。この事件では複数人が共謀して被害者を監禁し、暴行を加え続けたのだ。組織的な犯行の全貌と証拠隠滅の動きについても詳しく解説していくのだ。被害者の17歳の女の子がどれほど恐ろしい思いをしたか想像するだけで胸が痛くなるわ。後半では僕止めたんで、なぜこれほど残虐な集団犯行が起きてしまったのか、そして内田なしという人物の本質について深く考えていくのだ。証拠隠滅の背景にどんな意図があったのか、私なりの見解も話したいわ。裁判で明らかになった衝撃的な事実から、まだ語られていない闇の部分まで徹底的に掘り下げていくのだ。公判記録や報道資料をもとに事実をしっかり整理していくわよ。この事件は決して他人事ではなく、 SNS が引き起こす危険性と集団心理の怖さを社会に問いかけているのだ。17歳の命が奪われた事実を私たちは絶対に風化させてはいけないわ。最後まで見ていただくことで、この事件の全貌と社会的な問題点が必ずわかるのだ。難しい部分もずんだもんが分かりやすく解説してくれるから安心して聞いてね。それでは最後まで楽しんでほしいのだ。一緒に考えていきましょう。まずこの事件で命を奪われた被害者について話していくのだ。被害者のことをちゃんと知らないとこの事件の重さが伝わらないわよね。被害者の村山月さんは事件当時17歳の女子高校生で、北海道留萌市に暮らしていたのだ。友人たちによると、月さんは明るくて話好きな性格で SNS での発信を楽しんでいたのだそうなのだ。17歳、まだこれからの人生が広がっていたのに本当に悲しいわ。事件が起きた2024年4月18日の夜、月さんはいつも通りスマートフォンを手にしていたのだ。しかし人物の話によると、その日の昼間は友人と他愛のない話をしていたそうで、夜になって SNS のやり取りが始まったのだと伝えられているのだ。普通の春の夜があんな恐ろしい出来事に変わってしまうなんて想像もできないわ。次にこの事件の加害者と被害者がどのように接触するに至ったかを説明していくのだ。発端は SNS での出来事なのよね。そうなのだ。加害者の内田なし被告は事件当時21歳、旭川市に住む無職の女性だったのだ。内田被告は SNS 上でラーメンの画像を投稿していたとされ、その画像データを村山月さんが無断で自身の SNS アカウントに使用していたのだと報じられているのだ。ラーメンの画像の無断使用がこの凄惨な事件の始まりだなんて信じられないわ。内田被告は自分の画像が勝手に使われたことを知り、村山さんに対して SNS で強く抗議し、解決金として10万円を要求したのだと報じられているのだ。村山さんは要求に応じようとして電子マネーで10万円の送金を試みたのだが、その送金が何らかの理由で失敗に終わってしまったのだ。送金が失敗してしまったのね。それが内田被告をさらに激高させたの？その通りなのだ。送金の失敗を知った内田被告は激しく怒り、直接会って解決すると言い始めたのだと伝えられているのだ。内田被告はこの時点ですでに旭川でボコボコにするつもりだったと後に供述しており、単なるトラブル解決ではなく暴力的な制裁を加えることを計画していたのだと報じられているのだ。最初から暴力を振るう気だったってこと？それは怒りじゃなくてもはや攻撃の意思よね。内田被告には舎弟と呼ばれる仲間の小西ゆか被告がいたのだ。内田被告は小西被告にやっちゃうつもりだよと事前に伝え、小西被告はゆかもやりたいですと答えたとされているのだ。こうして内田被告と小西被告、さらに他の仲間たちが共謀し、集団で村山さんに接触する計画が動き始めたのだ。複数人で17歳の子一人を追い詰めていたのね。最初から逃げ場を奪うつもりだったのよ、きっと。ここで内田被告という人物の背景についても触れておく必要があるのだ。学生時代にも問題があったと聞いたわ。文春オンラインの報道によると、内田被告は学生時代からいじめを繰り返していたとされ、いじめばかりしていてトイレでと当時の知人が語っているのだそうなのだ。地元では札付きの悪として知られた存在で、周囲への支配的暴力的な振る舞いは以前からのものだったと伝えられているのだ。そういう素地があった上でこの事件が起きたのね。周囲は止められなかったの？次に2024年4月18日の夜、具体的に何が起きたかを時系列で追っていくのだ。この夜の出来事をしっかり把握しておく必要があるわよね。4月18日の夜、
内田被告らは留萌市内の道の駅に向かったのだ。道の駅は留萌市の中心部に近い場所で、夜間は人通りも少なくなる場所だったのだと伝えられているのだ。村山さんは SNS でのトラブル解決のためにその場所に呼び出され、内田被告グループとの待ち合わせに応じたとされているのだ。17歳の子が一人で、あるいは軽い気持ちで行ったのかしら。どれほど怖かったか想像するだけで苦しくなるわ。村山さんの道の駅に到着すると、内田被告ら複数の人物が待ち受けており、村山さんはそのまま車に乗せられたのだと報じられているのだ。車が走り始めた瞬間、村山さんは自分の状況が単なるトラブル解決ではないことを悟ったはずなのだ。留萌市から旭川市まで約60キロの道のりを車内で監禁されたまま移動させられたのだと裁判で認定されているのだ。60キロ、その間ずっと逃げられない状況に置かれていたのね。どれほどの恐怖だったか。この車内での監禁状態が後に監禁罪として認定された部分なのだ。車に乗せた時点から逃走が不可能な状態に置いていたことが裁判でも認められているのだ。移動の途中、車内では内田被告らが村山さんに対して暴言を浴びせ、暴行を加えていたとも伝えられているのだ。60キロの道中、村山さんは助けを呼ぶことも逃げることもできない状況に置かれていたのだ。それが監禁よ。拘束具がなくても逃げられない状況を作ること自体が犯罪なの。またこの事件では組織的な関与が重要な要素となっているのだ。内田被告と小西被告を含む当時16歳から21歳の4人が逮捕されており、それぞれ役割を持って動いていたのだと報じられているのだ。内田被告は集団の中心的な存在として他の者に指示を出しており、裁判所も果たした役割は小西被告より大きいと認定しているのだ。ただの仲間ではなく、明確な上下関係があって組織として動いていたのね。小西被告が内田被告の舎弟として長年従ってきた関係性がここで機能していたのだ。内田被告がやっちゃうつもりと伝えた際に小西被告が即座に同意したのもこの支配的な関係の表れだったのだと思うのだ。グループ全体が内田被告の意思に従って動いていたということよね。村山さんの側の立場で考えると、10万円の送金失敗というトラブルに対してどう対応しようとしていたのかも重要なのだ。記録によると村山さんは内田被告の要求に真剣に応じようとして電子マネーの送金を試みており、暴力的な報復を受けるとは想定していなかったと考えられているのだ。誠実に対応しようとしたのにそれでも助からなかったのね。あまりにも理不尽すぎるわ。村山さんが事件前に誰かに相談していたという記録は公開情報の中には見当たらず、SNS でのトラブルが急速にエスカレートしたため相談する間もなかった可能性が高いのだと考えられているのだ。18日の夜から19日の未明にかけての出来事は村山さんにとってあまりにも突然の展開だったのだと伝えられているのだ。相談できる時間すら与えられなかったのね。本当に辛いわ。さらにこの事件における証拠隠滅の動きについても触れておく必要があるのだ。証拠隠滅、犯行後に何かをしていたの？検察側の論告によると内田被告らは発覚を妨げるため証拠隠滅行為を重ねたとされているのだと毎日新聞が報じているのだ。犯行の一部始終を動画撮影していたとされる一方で、その後の証拠処理についても計画的に動いていたことが裁判の場で指摘されているのだ。凄惨な犯行を動画に撮りながら一方で証拠を消そうとしていたなんて二重に許せないわよ。また犯行中に暴行の様子をビデオ通話で仲間に見せていたとも報じられており、複数の人物が事件を認識していながら止めなかった可能性も浮かび上がっているのだ。見ていながら止めなかった人たちの責任も絶対に問われなければいけないわよね。こうした組織的計画的な犯行の実態が裁判で首謀者かつ主犯という検察側の評価につながっていったのだと理解できるのだ。内田被告が中心にいて全体を動かしていたということが改めてよくわかるわ。では事件当日の経緯を詳しく見ていくのだ。2024年4月18日北海道留萌市。この日の夕方、内田なしは目的を持って動き始めていたのだ。もう夕方の段階で動いていたの？そうなのだ。内田はすでに小西ゆかに旭川でボコボコにするつもりだと伝えており、小西も自分もやりたいと応じていたと供述されているのだ。事前に暴行する意思を共有していたなんて最初から計画があったということよね。犯行現場となったカムイコタンの吊り橋、通称カムイ大橋は旭川市の中心街から車で約20分の山間部にある景勝地なのだ。石狩川が眼下を流れ、高さはおよそ10メートル。夜間は周囲に人気がなく、心霊スポットとして地元に知られた場所だったのだ。そんな人目につかない場所を最初から選んでいたということかしら。その可能性は高いのだ。では被害者の村山月さんとの接触から詳しく見ていくのだ。どうやって月さんと接触したの？内田は事前に SNS を通じて月さんに連絡を取り、直接話し合いたいとして留萌市内の道の駅に呼び出したのだ。月さんは解決金の送金が失敗していたこともあり、
トラブルを収めようと応じたと伝えられているのだ。17歳の子が一人で出向いていったので、どれほど怖かったか。この後事態は急転するのだ。2024年4月18日の夜、留萌市の道の駅に月さんが現れた瞬間、内田はすぐさま声をかけて車へと誘い込んだのだ。車内には内田と小西のほか、未成年を含む複数の人物が乗っており、月さんは四方を人に囲まれた状態に置かれたのだ。内田は車が発進すると同時に月さんへの暴行を開始し、腹や顔を拳で殴りつけたと報じられているのだ。月さんは抵抗しようとしたが、複数人に抑え込まれ、車のドアは施錠された状態だったのだ。逃げ出す手段は完全に断たれていたのだ。車は留萌市から旭川市へ向けて深夜の国道を走り続け、その間も暴行は断続的に続けられたのだ。移動距離はおよそ60キロ、時間にして約1時間以上に及ぶ監禁状態だったのだ。内田はこの間、暴行の様子をビデオ通話で別の仲間にリアルタイムで配信し、月さんが全裸で土下座する姿を動画に収めていたと供述されているのだ。そして午前0時を過ぎた頃、車はカムイポタンのカムイ大橋前に停車したのだ。内田は月さんに橋の上へ出るよう命じたのだ。言葉も出ないわ。橋の上で内田は月さんに衣服を全て脱ぐよう命令したのだ。4月の旭川の深夜は気温が1桁台に落ち込むこともあり、月さんは寒風の中、全裸で欄干の前に立たされたと伝えられているのだ。真夜中の人のいない橋の上で本当に残酷すぎるわよ。内田は月さんを欄干に座らせ、死ね、落ちろと怒鳴り続けたのだ。その後、月さんは高さ約10メートルの橋から石狩川へ転落したのだ。月さんはどうなったの？月さんは石狩川に転落した後、救助されることなく窒息死したのだ。まだ17歳だったのだ。たった17歳がこんな形で命を奪われるなんて言葉にならないわ。転落の直接的な経緯について、内田は自分は落としていないと主張し、小西は内田が落としたと証言しており、法廷で食い違いが生じたのだ。2人の証言が食い違っていたので、裁判ではどう判断されたの？旭川地裁の田中由香裁判長は、月さんが自ら落ちても誤って落ちたとしても内田の行為は殺害の実行行為と認められると判断したのだ。落下の経緯を断定せずとも殺人罪の成立を認定したのだ。全裸にして怒鳴り続けた行為そのものが殺害の実行行為だと、それは当然の判断よね。また全裸にして怒鳴ったことが死亡につながったとして、不同意わいせつ致死罪も同時に認定されたのだ。裁判長は被害者の人格や尊厳を踏みにじり、非常に残虐で卑劣な犯行だと厳しく指摘したのだ。当然よ、あれだけの行為をしておいてそれ以外の言葉なんてないわよね。次に逮捕後の経緯を見ていくのだ。事件が発覚したのは月さんの遺体が発見された後のことで、警察の捜査は迅速に進んだのだ。内田はすぐに逮捕されたの？内田なしは事件から間もなく殺人容疑などで逮捕されたのだ。共犯の小西由香も同様に逮捕され、当時16歳から21歳の計4人の身柄を拘束されたのだと報じられているのだ。4人も逮捕されたのね。そのうち小西由香については殺人罪などで懲役23年の判決がすでに確定しているのだ。残る未成年2人については少年法が適用され、1人が第一少年院送致、もう1人が保護観察処分となっているのだ。未成年だから少年法の扱いになったので、少年法では刑事罰ではなく保護処分が優先される場合があるから、こういった結果になることもあるのよね。そして主犯とされた内田なしについては、2026年6月22日に旭川地裁で裁判員裁判の判決が言い渡されたのだ。求刑通り懲役27年という結果だったのだ。求刑通りの懲役27年、それでも遺族は軽すぎると言っているのよね。そうなのだ。月さんの遺族は判決後、代理人弁護士を通じてコメントを発表したのだ。3人で想像を絶するほどの苦痛を受けて命を失った娘への罪がこんなに軽いものなのかという言葉が伝えられているのだ。その言葉の重さを私たちは受け止めなければいけないわ。遺族はさらに、内田被告には有期刑ではなく無期懲役以上の刑が課されるべきだとも述べているのだ。これからもこの悲しみが癒えることはありませんという言葉も添えられていたのだ。娘を失った痛みは判決が出ても消えることはないのね。証拠隠滅という点でも裁判では重要な事実が明らかになったのだ。内田らは犯行後に動画データの削除など発覚を防ぐための行動をとっており、検察側はこの点も証拠隠滅行為を重ねたとして厳しく非難したのだ。逃げ切ろうとしていたということよね。絶対に許せないわ。また判決公判では異例の出来事も起きたのだ。判決言い渡しの途中で傍聴席の男性が、被害者が報われないから死刑だろうと怒鳴りながら法廷に乱入し、職員に取り押さえられたのだ。判決の最中に法廷に乱入者が出たの？それほど注目されていた事件だということね。内田は判決言い渡しの際、背筋を伸ばして立ち、求刑通りの判決を聞くと数回うなずいたと伝えられているのだ。最終陳述では、結果の重大性を身に染みて感じています。
反省と償いの日々を送りますと述べていたのだ。反省という言葉が本当に届いているのか疑わしいわよね。この事件が示しているのは SNS 上のトラブルが実際の暴力殺人へと発展しうるという現実なのだ。そして複数人が関与しながら誰も月産を助けなかったという事実もまた重く受け止めなければならないのだ。見ていた人が止めていれば月産は助かっていたかもしれないのよね。傍観者が持つ責任、そして集団の中で暴力がエスカレートするメカニズム、この事件はそうした問題を社会に突きつけているのだと思うのだ。組織として動いていたからこそ一人では止められなかった側面もあるのかもしれないわね。ここからは僕とメタンの見解を話したいのだ。事実だけじゃわからない部分について私たちなりに考えてみるわよ。まず組織関与という点から話したいのだ。内田は今回の犯行を一人では実行していないのだ。小西をはじめ複数人を動員し役割分担をしながら月産を追い詰めていったのだ。計画的な集団犯行ということよね。内田が首謀者として全体を仕切っていたわ。内田はボコボコにするつもりだったと小西に事前に伝えており、小西は自分もやりたいと応じているのだ。これは衝動ではなく共有された暴力の意図があったと見るべきなのだ。仲間に声をかけて暴力に誘う、そんなことを当然のようにやっていたということよね。本当に恐ろしいわ。集団の中で暴力がエスカレートする構造を内田は意図的に利用していたと僕は思うのだ。一人でやるより仲間がいた方が場の雰囲気が高まり残虐な行為への心理的ハードルが下がるのだ。集団心理を意識的に使っていたとしたらそれはもう確信犯的な操作じゃないかしら。次に証拠隠滅の問題なのだ。検察の論告では内田が発覚を妨げるため証拠隠滅行為を重ねたと指摘されているのだ。犯行後も冷静に動いていたことがわかるのだ。あれだけの残虐な行為をしておきながら捕まらないよう工作していたということよね。怒りを通り越して恐ろしいわ。犯行中に暴行の様子をビデオ通話で仲間に見せていたという事実がある一方で、その後は隠蔽を図っているのだ。これは衝動のままに動いたのではなく頭の一部で状況を管理していたことを示しているのだと思うのだ。残虐な行為をしながら同時にバレないようにしようと考えていたということを2つの思考が同時に走っていたのね。それがこの事件の異常さの一つなのだ。感情と計算が混在していたのだと思うのだ。ではここから内田の心理そのものに踏み込んでいきたいのだ。どういう内面がこういう犯行を生み出したのか私も気になるわ。僕がまず注目するのは事件の発端が SNS のラーメン画像だったという点なのだ。自分の画像が無断で使われたことに激高し10万円を要求し送金が失敗しただけで複数人を動員して追い詰めに行ったのだ。ラーメンの画像よ。それだけのことで人を殺すところまで行ってしまったの？通常の感覚では到底つながらない反応の飛躍があるのだ。これは怒りのコントロールができないというレベルではなく自己イメージへの侵害を存在の脅威として受け取る認知の歪みがあると思うのだ。自分の写真を使われただけで自分が傷つけられたと感じる感覚、それが極端に肥大しているということかしら。その通りなのだ。僕はこの点から内田には境界性パーソナリティ障害に近い特性があった可能性があると思うのだ。境界性パーソナリティでは自己イメージが不安定で些細な出来事が自分への攻撃として解釈されやすいのだ。でもたらすきすぎただけじゃないの？自分の世界を守りたくて過剰に反応してしまっただけという見方もできないかしら。その視点は重要なのだ。好きすぎる、守りたすぎるという感情自体は誰にでもあるのだ。ただし境界性パーソナリティの場合、その感情が白か黒かの両極端に触れやすく中間の対処ができなくなるのだ。つまりちょっと嫌なことがあっただけで許せない敵に変わってしまうということ？そうなのだ。内田にとって月産は最初から敵だったわけではなく、むしろ自分の世界を犯したものというカテゴリーに突然分類されたと考えられるのだ。そしてそのカテゴリーに入った相手には極端な報復が当然として発動するのだと思うのだ。一度敵と決めたら後戻りができない、その硬直した思考回路は恐ろしいわね。さらに注目したいのは内田が射程と呼ばれる小西を従えていたという人間関係の構造なのだ。支配と服従の関係を日常的に作り出していたことがわかるのだ。学生時代からいじめを繰り返していたという話もあったわよね。それとつながるのかしら。つながると思うのだ。幼少期や少年期から他者を支配することで自己を安定させるパターンが形成されると、支配できる対象があって初めて自己が保たれるという構造になるのだ。支配する相手がいないと自分が崩れてしまうということ？愛着障害の観点でも説明できるのだ。幼い頃に安定した愛着を形成できなかった場合、他者との関係を対等なつながりではなく支配と服従としか理解できなくなることがあるのだ。誰かを支配することが内田にとってのつながりの形だったのかもしれないのね。そしてメタンが言ったただ好きすぎたという問いに戻るのだが、僕はそれは愛情とは呼べないと思うのだ。
愛情には相手の存在を尊重する要素が必ず含まれるからなのだ。内田がやったことは相手の尊厳を完全に踏みにじることだったものね。そうなのだ。内田が持っていたのは愛情ではなく支配への渇望であり、その渇望が満たされないと感じた瞬間に暴力として噴出したのだと思うのだ。これは愛情と支配を混同しているというより、そもそも愛情の回路が形成されていなかった可能性があるのだと思うのだ。愛情そのものが育っていなかったというのはどういうことかしら。愛着障害が深刻な場合、他者を自分の感情の道具としか認識できなくなることがあるのだ。月さんが苦しんでいる姿を動画に収め仲間に見せていたという行動は、相手を人として見ていなかった証拠だと僕は思うのだ。それは人間として根本的なところが欠けてしまっているということじゃないかしら。本当に怖いわ。妄想性障害の可能性についても少し触れたいのだ。妄想性障害では自分が不当に扱われているという確信が非常に強く、それに対する報復が正義として内面化されることがあるのだ。自分が被害者だと思い込んでいるということ？内田は写真を無断使用された被害者として怒りを正当化し、10万円の要求という行動に出たのだ。自分の行為が加害であるという認識が最後まで欠落していた可能性があるのだと思うのだ。だから法廷でも落としていないと主張し続けられたのかもしれないわね。僕はやっぱり内田の根底にあったのは境界性パーソナリティ的な自己不安定性と愛着障害が組み合わさった構造だと思うのだ。好きすぎたのではなく、支配できなくなることへの恐怖が暴力を生んだのだと断言したいのだ。私も同じ見方をしているわ。愛情と支配は似て非なるもの。その違いがこの事件の核心にあるのよね。次に僕はこの事件を防げたポイントについて考えてみたいのだ。もし警察が早い段階で動いていたら結果は変わっていたかしら。内田は事件前から被害者に対して SNS で脅迫まがいの接触を繰り返し、10万円という金銭要求まで言っていたのだ。これは恐喝の構成要件を満たしている可能性が高かったのだ。つまり事件は起きる前にすでに違法行為のサインがあったということよね。そうなのだ。もし被害者側が警察に相談し、警察が動いていれば少なくとも接触を断ち切る時間があったはずなのだ。しかし実際には道の駅で待ち合わせという段階まで被害者が動いてしまったのだ。17歳の子が一人で抱え込んでしまっていたのね。それが本当に辛いわ。ここで僕が問いたいのはストーカー規制法の射程の問題なのだ。ストーカー規制法はつきまとい、待ち伏せ、連絡を繰り返す行為を規制しているが、SNS を通じた恐喝的接触や金銭要求は必ずしも同法の典型的対象として扱われにくいのだと思うのだ。 SNS での脅しはストーカー規制法でカバーできていないの？改正によって SNS での連続送信は規制対象に加わったのだが、金を払えという恐喝的メッセージは恐喝罪の領域になり、ストーカー案件として警察が一元的に動く仕組みになりにくいのだ。縦割りの法体系が被害者の前に壁を作っているのだと思うのだ。相談窓口が分かれていたら17歳の子にはたどり着けないわよ。おかしいわ。まさにそこが限界なのだと思うのだ。被害者がどこに相談すればいいかわからない状態になるよう制度の隙間がデザインされてしまっているのだ。でももし周囲の大人が早く気づいていたらという視点はどうかしら。それも重要な仮説なのだ。被害者が通っていた学校や家族が内田からの接触を事前に把握していれば、道の駅への外出を止められた可能性があるのだ。しかし10万円の送金失敗という経緯を17歳の子が親に話せる状況があったかどうかは疑問なのだ。自分が SNS で写真を使ったことを責められていたら親に言いづらかったかもしれないわね。そうなのだ。被害者自身が自分にも非があるかもしれないと思わされていた構造が助けを求める声を封じたのだと思うのだ。これは加害者が意図的に作り出した心理的罠でもあるのだ。写真を使ったことを口実に罪悪感を植え付けて孤立させたということよね。僕はそう読んでいるのだ。内田の組織的な行動様式として共謀した小西を含む複数人を動かし、被害者を車に乗せて60キロも連れ回したのだ。これは個人の衝動的行為ではなく、複数人が関与した組織的な監禁であるのだと強調したいのだ。4人が関与していたのよね。それだけいれば途中で誰かが止められたはずなのに。そこが組織関与の恐ろしさなのだ。集団の中では自分が止めなくてもいいという責任分散が起きやすく、内田という強いリーダーの意向に逆らえない空気が形成されていたのだと思うのだ。小西は懲役23年という重い刑を受けたのもその共犯構造が認定されたからよね。そうなのだ。そして証拠隠滅という点でもこの事件は重要な問題を提起しているのだ。犯行中に動画を撮影しビデオ通話で仲間に中継するという行動は証拠を残しながらも後に削除隠滅できると計算していた可能性があるのだ。記録しながら隠滅するってどういうことかしら。犯行をビデオ通話で共有することで仲間を心理的に共犯関係に縛り込み、見ていた者も同罪
という暗黙の脅しが証言を封じる効果を持つのだと思うのだ。証拠隠滅は事後の行為だけでなく犯行中から設計されていた可能性があるのだ。仲間を巻き込むことで口を封じる。本当に計算高いわ。次に僕が最も問い直したい構造的問題は、なぜ被害者が逃げる側にならなければいけないのかという点なのだ。それはずっと感じていたわ。被害者が動かなければいけないのはおかしいわよね。現在の法制度では脅迫や接触があった段階で被害者が申告し、警察が動き禁止命令が出て初めて加害者を止められるという手順を踏むのだ。その間被害者は自分の行動を制限して身を守るよう求められるのだ。加害者が動き続けているのに、なぜ被害者が生活を変えなければいけないのよ。僕が思うに、この構造は被害者が証明責任を負う設計になっているのだと思うのだ。危険を感じていることを記録し、証拠を集め申告し続けなければ保護を受けられない。これは17歳の子には過大な負担なのだ。証拠を集める余裕なんて怖くて追い詰められている人にはないわよね。加害者を止める仕組みがなぜ機能しなかったかという点では、僕は接触全介入の不在が最大の欠陥だと思うのだ。金銭要求が発生した時点で行政や警察が加害者側に直接警告できる仕組みがあれば、被害者が道の駅に行く必要はなかったのだ。加害者に早期警告を出す制度、確かに今の日本には弱いわよね。ストーカー規制法の警告禁止命令という段階的対応は、加害者がエスカレートする時間を与えてしまうのだ。内田のように行動が早く組織的な加害者には段階論が通用しないのだと思うのだ。段階を踏んでいる間に事件は起きてしまったということよね。そうなのだ。僕はやっぱりこの事件を防ぐ最大のポイントは、金銭要求の時点での強制介入と被害者が一人で抱え込まない相談経路の一本化だったと思うのだ。制度の縦割りと被害者負担の構造が17歳の命を守れなかったのだと断言したいのだ。私も同じ思いを。被害者が助けを求めやすい社会に変えることはこの事件への最低限の応答だと思うわ。というわけで今回は旭川市で起きた17歳女子高生監禁暴行致死事件を解説したのだ。どうだったメタン？ SNS のちょっとした画像トラブルが17歳の命を奪う惨劇につながったという事実が改めて胸に刺さるわ。制度の限界についての考察も本当に考えさせられるものだったわよ。被害者の村山月さんはその夜も翌朝も普通の17歳であるはずだったのだ。誰かに助けを求める間もなく命を絶たれたことを僕たちは忘れてはいけないのだ。月さんのご冥福を心からお祈りするわ。ここまで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。概要欄に再生リストも貼ってあるからぜひ見てほしいのだ。コメント欄ではこの事件についてみんなの意見を聞かせてね。また明日なのだ。